皆さん、こんにちは。みゆの日本語カフェへようこそ。今日も一日お疲れ様です。爽やかな5月の風が吹き抜けると、次はいよいよ6月がやってきますね。日本の6月といえば、多くの人がちょっとブルーになってしまう梅雨の季節です。毎日ジメジメして洗濯も乾かないし、お出かけするのも億劫になりがちなシーズンです。でも、この雨の季節って、実は日本の豊かな自然や、昔ながらの暮らしの知恵と深く結びついているんですね。で、今日は6月の風物詩である梅雨のお話と、6月1日に行われる衣替えの面白い歴史についてお話ししていきたいと思います。で、今日も美味しい飲み物を片手にゆっくり聞いていってください。ちなみに今日は私はコーヒーでなく抹茶を飲んでいます。それでは乾杯。まず質問から入ります。皆さんは衣替えという言葉を知っていますか？これは季節に合わせて冬服から夏服へ、あるいは夏服から冬服へと洋服を一気に入れ替える習慣のことです。で、日本では多くの学校だったり会社だったり、6月1日を境に一斉に夏服へと切り替わります。実はこの習慣、ものすごく長い歴史があるんです。ルーツをたどると、なんと平安時代、今からおよそ1000年以上前まで遡ります。で、当時、中国から伝わった宮廷の行事が始まりで、当時は皇位と呼ばれていました。で、当時は今みたいにクローゼットからパッて服を出すだけでなくて、お洋服の素材から、あとは種類まで日にちによって厳しくルールが決まっていたそうです。なので、それが江戸時代になって、着物の種類が増えたこともあって、年に4回一斉に着替えるようになったみたいです。で、そして、明治時代になってからは、6月1日は夏服、で、10月1日は冬服という今のスタイルが定着したみたいです。で、1000年も前から日本人は、よし、今日から夏だ。で、一斉に着替えて衣替えをしていたと思うと、なんかちょっと親近感が湧きますよね。で、あと6月といえば、切っても切り離せないのが梅雨です。で、梅の雨と書いて梅雨と読むんですが、なぜこの梅という漢字を使うか皆さん知っていますか？ちなみに梅雨は、皆さん結構苦手なイメージがあるんですが、その梅雨をどうやったら楽しくしていけるかという話もこれからしていきたいと思います。で、この梅という漢字を使う理由については、いろいろな理由が言われていて、諸説あるんですが、一番有名なのは、ちょうどこの雨がたくさん降る時期に、梅の実が売れるからという説です。で、確かにこの時期になると、日本のスーパーには青い梅がたくさん並んで、結構皆さん自家製の梅酒とか、あと梅シロップを仕込む梅仕事のシーズンが始まります。で、雨の憂鬱さを季節の果物で楽しさに変えるっていうのはすごく素敵な知恵だと思います。で、あと、日本語学習者の
皆さんにぜひ知ってほしい面白い表現があって、それは梅雨の時期の貴重な晴れ間のこと。梅雨の時期って本当にずっと雨が降っているので、なかなか晴れないんですね。ただ、晴れた日には、梅雨の晴れ間とか、あとは五月晴れっていう表現をします。で、気づいた人もいるかと思うんですが、五月晴れは5月っていう漢字を使います。で、6月なのに五月晴れって思いますよね。で、私もよく小さい時これはすごい疑問に感じていました。で、なぜかというと、これは昔使っていた古いカレンダーの5月、今の6月頃に降る雨のことを指していて、降る雨の晴れ間のことを指していた名残だからです。で、この時期の晴れ間は本当に貴重で、もう晴れたらみんな一斉に布団を干したり、あとたくさん洗濯をしてそれをベランダに干したりします。で、お日様の光がもういつも以上にありがたく感じるので、もうみんなお散歩したりとかもします。で、さて、そんなジメジメした梅雨なんですが、お家にこもりがちで結構気分が下がりやすい時期だからこそ、今回はお気に入りの便利アイテムをいくつか紹介したいと思います。で、私はこのアイテムを使って6月は、ジメジメしていたとしても快適に乗り切るようにしています。で、まず一つ目は、ルームフレグランスと除湿剤、セットで使えますね。で、なぜかというと、日本の梅雨って本当に湿度が高い。なのでジメジメするんですね。で、その結果、お部屋の空気も結構重たくなりがちなんですね。で、これ油断するとクローゼットの中が大変なことになっちゃいます。で、大変なことっていうのは、カビが生えたりします。湿度が高いので、カビが生えます。なので、私は、お気に入りのデザインの除湿剤、こういう小さい入れ物にビーズとかが入っていて、水分を吸収してくれるんですが、それをあちこちに置いています。で、部屋の中の湿度が高すぎならないようにしています。で、あとは、例えば、もちろんジメジメするのも嫌なんですけど、そうすると匂いが結構出てきたりするので、ルームフレグランス、例えばシトラス系とか、すっきりしたミント系の香りを空間にちょっと吹きかけて、すごい気分が良くなるように工夫しています。で、これだけでほんとにお部屋のどんよりした空気がガラッと変わって、一気にリフレッシュできるので、本当におすすめです。で、2つ目は、これは、意外と気づかない部分なんですけど、お気に入りのレイングッズを、買うことです。で、皆さんは雨の日のためだけのお気に入りのアイテムは持っていますか？私は最近、それこそ梅雨に向けて、ちょっといい傘と、あとは雨の日でもガシガシ歩けるおしゃれなレインブーツを買いました。で、今まではもう、雨か、最悪だって思っていたのが、お気に入りの傘とか、あとレインブーツを揃えるだけで、もう、雨か、じゃあ、最近買った傘とレインブーツを履こうっていう、なんかちょっとワクワクに変えれるんですね。なので、これはもう揃えてほんとに良かったなと思っています。で、あえて、その雨の日にお気に入りのブーツを履いて、傘を持って、で、静かなカフェに行って読書をするとか、もう最高じゃないですか。なのでもう雨の日も、最悪って思ってたのが、もう今だと、最高って思えるようになりました。で、これが最近の私のお気に入りの梅雨の贅沢な
過ごし方です。で、他にも、もう雨だって開き直って、部屋でじっくりストレッチをしたり、雨の音を聞いて BGM としてもう聞いたり、いろいろ工夫をしています。で、もちろん完璧な晴れの日も気持ちが良くて私は大好きなんですが、雨が降るからこそ、緑が鮮やかになって、で、日本では雨が降るからこそ、紫陽花っていう綺麗な花が、咲き始める季節でもあるんです。なので、日本の四季の美しさは、この梅雨があるからこそ成り立っていると私は考えています。さて、皆さんの国には、日本のような梅雨だったり、一斉に服を変える衣替えのような習慣はありますか？また、雨の日の気分を上げるおすすめのアイテムがあれば、ぜひコメントで教えてください。それでは今日はこの辺で、もし皆さんの住んでいる場所も今日雨が降っていれば、雨の音を聞きながらゆっくり休んでください。それでは今日もみゆの日本語カフェ遊びに来てくれてありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。